皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の2月の4日火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時3分ということで、約1時間ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、すべての国民が公民権、議会立法候補権と投票権を行使する場合、国の最高法規である日本国憲法の基礎知識を必須義務にすべきであるというのが今日のメインテーマです。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で2932回目ということですね。現時点で、映像も音声も順調に配信されているということです。今日の最初のコラムはいつものように、昨日月曜日夜放送しましたメインテーマの表紙ですね。昨日のメインテーマは毎年全世界で約25万から50万人が死亡し、日本で約1万人が死亡するという季節性インフルエンザがなぜ根絶できないのかというナンバー1ですね。これの YouTube 向けの表紙を作っていただきました。季節性インフルエンザなぜ根絶できないのかということで、毎年全世界で約25万から50万人が死亡、日本で約1万人が死亡しているということで、これは季節性ウイルスの顕微鏡写真ですね。そしてこれが1950年から2018年までの日本での死亡者数のグラフですね。ということです。それで現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスで251名様、YouTube で315名で、両方で566名ということになっています。そして明日水曜日は外国語放送ですので、久しぶりに仏日語放送をする予定ですということですね。で、今日の画像はありませんということで、今の取り上げたところをアップします。表紙ですね。マイナス5になってる。YouTube 映像。これですね。そして現時点の視聴者数は両方で566名様ということですね。ということです。皆さんからのコメント、翔さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。からコンティニューコイン配信ありがとうございます。K さん、コンティニューコインよろしくお願いしますと。土山純一さん、いつもありがとうございます。お茶バク10配信ありがとうございますと、コンティニューコイン2枚ですね。そして今日の放送の前に投稿していただいた砂月さん、雪組さん、みんながイラクの話題を論じるのに立腹すると、イラクを侵略しているネオコン連中と、マスコミに載らない海外記事と、2月4日今日付ですか、ということですね。はい。そして今日の画像はなしということで、今日の映像ですね。これはデモクラシーナウの去年
1年前ですね、2月22日に、放送されたものの再生ですね、再形というか再生、2月の3日付で再生されたやつで、バンナー・シバというインドの女性環境活動家学者ですね。彼女がインタビューに答えてるんですね。で、新しい本ですね、1% の新しい本を出したんですね。それに関するインタビュー映像ということで、1% のマネーマシンというタイトルです。彼女が出した本ですね、Oneness vs the 1% ということ、Oneness と 1% の対決と、これが最近一番新しい本なんですね。まだ、日本語訳出てないみたいですけど、これは映像、YouTube 映像ですけど、英語版なんですね。でもなかなか内容が鋭いことを言ってますんで、今日の映像に、取り上げたということです。雪丸まさん、お祝いケーキですね。今日の映像。映像時間が13分ですから、そんな長いもんじゃないんですね。ちょっと読みますね、解説文。種子法の改定や水道ガス事業の民営化推進など、日本でもグローバル資本主義の脅威が実施されるようになってきたと。こうした動きと戦い続けてきた大先輩、インドの環境活動家バンナナ・シバの発言に今こそ耳を傾けましょうと、新著の紹介を絡めて、彼女が30年ほど前に創設したナブダーニャ、9つの種運動やモンサントがインドで引き起こした進化したグローバリズム、資本主義の現状などを語られますと。始まりは種子の支配をめぐる戦いだったとシバは言いますと。生き物である種子に特許権を主張し、農民の生産活動に対して使用料を要求するような仕組みが作られていることへの危機感でしたと。在来品種の自家採取を阻害し、世界の種子の支配を企む巨大企業モンサントですね。シバは在来種の保護と生物多様性の維持、自然の環境を大事にする農業の重要性を訴えたと。モンサントが導入した遺伝子組み換え綿花 BT コットンの浸透によって、インドでは膨大な数の農民が借金を背負ったと。GMO 種子が綿花作付けの作付けの99% を占めるという独占状態の中で、毎年高額の種子を買わされ、セットになった除草薬の使用も増えたからですと。灌漑設備のない天水ですね、雨水農業地帯ですから、一旦干ばつに襲われれば借金が返済できず、耕作地帯を中心に数十万の農民が自殺に追いやられましたと。すごいですね。単一種子を大規模に栽培する手法の脆弱性がもたらした悲劇と。しかもモンサントはインドの国内法を踏みにじって特許使用権を徴収していたことが裁判によって明らかになったのに、マスコミを煽って正確な情報の伝達を妨げているとシバは指摘すると。モンサントを買収したバイエルンをはじめとする3つの巨大科学企業連合をシバは毒カルテルと呼んで、その汚いやり口と
毒性化学兵器を製造していた過去を暴きますということですね。で、新著ワンネスと 1% の対決では株式や所有権について掘り下げますと、今日の世界を牛耳る巨大企業はすべて大金持ちの資産を運用する投資ファンドが株式の過半数を握っていると。最大手のブラックロックがリーマンショック後に急成長した会社であることが示すように、世界的な金融危機の後に急速に巨大化した金融バブル、芝はこれをマネーマシンと呼んでいるが、グローバル化企業の収益を増殖させ、各国の主権を踏みにじるほどの力を与えていると。でも、もともとは特許権を規制するレント、使用量収穫ビジネスであり、実際の生産はしない産業と。マイクロソフトやアマゾンはその究極の形ですと。生身の人間の生活や地球環境を犠牲にしながら拡大するマネーマシン、まさに超金融資本主義そのものですね。政治機構をコントロールするため、気候変動にも大量の種の絶滅にも有効な手が打てず、私たちが急速に破滅に向かって進んでいると芝は警告すると。このような金融支配にとって変わるオルタナティブなシステム、食料民主主義こそが人類を救うと彼女は言いますと。で、バンダナ・シバ、インドの学者、環境活動家、食料主権や種子の自由を提唱していると。グローバル化の別の在り方についての著書多数と。最近著はワンネス vs the 1%、ワンネスと 1% の対決と。こういう内容ですね。素晴らしい人ですね。だからやはり金融資本主義、超金融資本主義を縮小させると、解体するというためには、実体経済に課税しないで金融経済に課税すると、こういうことが唯一の解決策ですよと、こういう結論になるべきでしょうね。そのためには市民革命政権がインドでも必要だと、こういうことでしょう。なかなか内容のある対談ですので、ぜひ、ご覧ください。今日の映像ですね。そして、このデモクラシーナウ日本語放送っていうのは毎日、ほぼ毎日ですね、配信されてますんで、これを毎日ではないですけど、新たなコラムを設けまして、今日のデモクラシーナウ日本語版というコラムの中で紹介していこうと思うんですね。トピックスの中で今まで紹介してたんですけど、毎回、記事が4つか5つありますんで、ちょっとトピックスの中ではそれだけで終わっちゃうということなんで、特別のコラムとして新しいコラムを作りまして、週に2回か3回、今日のデモクラシーナウ日本語版というコラムの中で紹介して、取り上げたいというふうに思いますので、今日はその最初ですね、2月3日月曜日、昨日の配信記事ですね。一つがアイオワ党集会、サンダース上昇で民主党はブルームバーグ支援にルール変更かと批判集まると。これ露骨だよね。あくまでもサンダーズを民主党の次期大統領候補にさせたくないというのが露骨ですよね。民主党の全国委員会っていうのは。それと2つ目がアメリカ自由人権協会、トランプは人種差別的な入国禁止令をアフリカ諸国に拡大しているという記事ですね。で、3つ目、ローリー・ギャレット研究員、トランプがいかにコロナウイルス拡大防止策を怠ったかということですね。2番目がちょっと抜けましたね。2番目が大いなる悲劇と米民主党幹部、共和党による上院弾劾裁判の妨害を非難ということですね。
この4つが今日のデモクラシーナウ日本語版のコラムの内容です。これタイトルだけ、ちょっとアップしますね。オハイオ州サンダーズが民主党候補に大統領候補に絶対ならせないというために勝手にですね規約を変更したんだよね。2つ目、大いなる悲劇と。もう明日あたりは出じゃないですか、上院の裁判で弾劾裁判で無罪になるという全くのでっち上げだよね、これね。出来レース。本来だったら下院で弾劾決議されて、で本来だったら連邦最高裁判所で審議すべきなんですよね、時間かけて。それを同じ、議会で今度は上院でやると。しかも3分の2の賛成がないと弾劾決議が採決されないというとんでもない、条件がついてる。だから本当インチキなんですよね、これね。たった1週間ぐらいで結論出そうということでしょ。もう完全に出来レースです。だからアメリカの民主主義っていうのはこういうことなんですよ。出来レースなんですよ、全部。から3つ目、アメリカ自由人権協会。トランプは差別人種的な入国禁止令をアフリカ諸国に拡大しているという。だからメキシコ国境から大量に流入する南アメリカの難民たちに対して、入国制限をしたんですけど、それをトランプは入国禁止令をアフリカ諸国に拡大しているということなんだね。こんなやつが大統領再選されるはずないですよね。からトランプがいかにコロナウイルス拡大防止策を怠ったかという記事です。この4つですね。皆さんからのコメントですね。砂ずきんさん、コンティニューコイン2枚ですね。そして雪まるまさん、これ読みましたね。お祝いケーキということですね。このデモクラシーナウっていうのは本当アメリカで、良心的な報道機関のトップぐらいじゃないですかね。そして、英語の勉強にもなりますよね。ということで定期的に取り上げたいというふうに思います。そして今日の注目情報ですね。これは BBC の日本語版、長い記事なんですけど、新型肺炎中国指導部が対応の欠点と不足認めると、死者増加ということで、1日50名ぐらいが死者が増えて、感染者が3000人4000人なんですよね。止まらないんですね、これね。これ BBC 日本語版です。今日の注目情報。
で、最初の記事の最初ですね、中国で多数の死者が出ている新型コロナウイルスの大流行で、同国の共産党最高指導部は3日、対応に欠点と不足があったと認めたと。国営新華社通信によると、習近平国家主席が議長を務める政治局常務委員会が会議を開催。中国の統治制度にとっての大きな試練から教訓を得る必要があるとしたと。また、国の緊急管理制度を改善する必要性も認めたと。さらに、新型ウイルスが発生した野生生物を取り扱っている市場の取り締まりを命じたと。で、中国の死者は425名になったということなんですね。だから3日だけ、1日だけで54名の新たな死者が湖北省で確認されたということで、425名になったということなんですね。で、2002年から2003年に大流行した SARS による中国の死者数は349人だったのを、これを突破しちゃったんですね。で、同国の発症者はわずか1日で3000名以上が増えと、2万人を超えたということで、全然止まらないんですね、これね。というのが BBC です。で、デスク防護服ゴーグルが不足と。から対応能力を高める必要があると。これは見出しですね。主要7カ国が連携して対策。それから持病のある患者が死亡と。サブタイトルですね。ということです。砂月さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。はい。で、今日の一言ですけど、昨日のメインテーマで取り上げた世界的に流行した新型インフルエンザ、これをちょっとまとめたんですね。で、1918年のスペイン風邪から57年のアジア風邪、68年の香港風邪、そして、2002年の SARS コロナウイルス、2009年の豚由来インフルエンザ、2009年のパンデミックですね。それから2012年の MERS コロナウイルス、そして2019年の今回の新型コロナウイルスということで、ちょっとまとめたんですね。今日の一言で。砂月さんから毎回ありがとうございます。初めて、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということです。この BBC のちょっと最初のところだけでもアップしますかね。注目情報。中国の指導部が自分たちの過ちを認めたっていうのは初めてじゃないですか。だからそれほど事態が深刻だっていうことですよね。言い逃れできないと。だから野生動物の売買っていうのをやはり闇でやられてるんですよね。コウモリとかヘビとかっていうのを生きたまま市場で売ってると。1日だけで64人の死者が増えたと。で425人になったと。これは SARS を超えちゃったということで
ですね。そして今日の一言ですね。スペイン風邪。これはひどいですね。5000万から1億。毎日新聞の記事だと4000万ですね。それでもすごいですよね。日本で39万人。米国で50万人と。これはアメリカウイルスなんですよ。スペイン風邪じゃないんですよ。アメリカ風邪なんですよ。それから次に、アジア風邪。1957年。それから香港風邪。1968年。この2つ。これも死者の数が大きいですね。アジア風邪が200万人死んだと。から香港風邪、1968年、100万人が死んだと。で、SARS、2002年から3年から2009年の豚由来インフルエンザと。メキシコ発ですね。で、SARS が封じ込めに成功して916人。で、豚由来インフルエンザ2009年、これが1万4000人。日本ではあれですね、舛添が厚生大臣になった時に、彼が最先頭でやってたんですね、これね。2009年。そして、MERS コロナウイルス2002年3年、それから今回の新型コロナウイルス、現在427名、香港とフィリピンで国内では2名死者が出てるんですね。というのが現時点でのいわゆる新型インフルエンザですね。それプラス毎年季節性インフルエンザが猛威を振るっているということで、全世界でおそらく、日本が1000万とかアメリカが1500万とか4000万とか、だから軽くおそらく1億から10億の間毎年感染していると。そして死者も毎年25万から50万人が死んでいるという季節性のウイルスがプラスされるわけですよね。今日の一言です。それで今日の推奨本、これですね。グレタ、たった一人のストライキということで、今日は第24回目の朗読です。タイトルはスウェーデン政府のごまかしと。これ1ページですね。これ読みますね。スウェーデン政府のごまかしと。2017年秋、我が国の首相にスウェーデンは世界初の化石燃料に頼らない福祉国家になるでしょうと言ったと。聞こえは良かったが大きな変化はまだ何も起こってないと。2018年のスウェーデン自然保護協会の調査によると、この国の環境予算は110億クローネ、約1200億円に達すると。だが政府予算には環境破壊に直接つながる300億クローネ、約3300億円の補助金も計上されていると。この補助金とは温室効果ガスの放出を安価にするための助成金のこと、つまり、大火の消火活動のために水を満載した消防車を送るのと同時にガソリンを満載したタンクローリー3台を送りつけているようなものだと。化石燃料に頼らないのはいいことに違いないが、その中身は甘すぎると。化石燃料に頼らないには太陽光エネルギーやオーガニック栽培で水から落下した果実はもちろん、森林破壊、排出
量、取引、放射性廃棄物資までも含んでいるのだからと。化石燃料に頼らないという言葉をただ強調することは、変化を未来に押し付け、環境に対する人間の支払い猶予期間をずるずると引き延ばすことを意味すると。そうやって胸を叩いて我々は世界一素晴らしいと言い続けるんだと。こういう、だから言葉、スウェーデン政府の美しい言葉に騙されてはいけないよと、嘘を言ってるんだということですよね。ということで、今日の朗読したところ、ということですね。そして今日のメインテーマです。すべての国民が公民権、議会立候補権と投票権を行使する場合、国の最高法規である日本国憲法の基礎知識を必須義務にすべきであるというのが今日のメインテーマなんですね。で、日本には運転免許証はあるが、国政参加免許証は存在しないと。日本でも世界のどこでも公道を車で走行する場合には運転免許証の取得が義務付けられていると。日本でも世界のどこでも運転免許証を取得しなければ車で公道は走れないと。日本で運転免許証を取得するためには認定教習所で運転実習と交通法規を学び、国家試験に合格しなければならないと。今日本で普通運転免許証を取得するためには20万から30万の費用と2ヶ月から3ヶ月の教習所通いと国家試験の合格が必須となると。たかだか公道で車を走行するためだけにこれだけの費用とエネルギーと時間と勉強が必要になると。それでは車で公道を走る行為と比べて数百倍の重要性のある有権者が国の政治に参加する行為と投票権と議会立候補権の行使の場合には年齢制限以外何の資格も要求されないという今の制度は全く土地狂っているとしか思えないということなんね。で、日本支配階級と歴代自民党政権にとって日本国民が憲法を知らない方が支配しやすいと。これは戦後日本の政治を独占してきた日本支配階級と歴代自民党政権が意図的に仕掛けた有権者愚民政策であり、憲法無視政策の結果なんだと。日本支配階級と歴代自民党政権にとって日本国民が日本国憲法の中身を知らず、簡単に票を買収でき、簡単に金品で囲い込みができるという無知な国民が無知な状態でいることが彼にとってベストなんだということなんね。で、国政参加免許証として公平中立な日本国憲法認定試験制度を創設せよと。その目的は以下の2つだと。1、国の最高法規である日本国憲法の条文を知らずに公的任務に就いたり、憲法無視や憲法違反や憲法破壊を公然と行う政治家と公務員をなくすために日本国憲法認定、試験制度を創設し、すべての政治家、国家公務員、地方公務員、準公務員に中級以上の資格を取得する義務を課すんだと。から2つ目、国の最高法規である日本国憲法の条文を知らずに投票したり買収されたり、買収される、簡単に買収され、あるいは囲い込みされる有権者をなくすために日本国憲法認定試験制度を創設して、すべての有権者に初級以上の資格を取得を義務化する必要があるんだと。で、国会、衆議院と参議院に日本国憲法擁護委員会常設ですね
を内閣に日本国憲法擁護省と、で最高裁に日本国憲法擁護局を創設せよと、公平中立な日本国憲法認定試験制度を創設するために、常設委員会として日本国憲法擁護委員会を衆議院と参議院の両方に設置し、その下に実務担当組織として日本国憲法擁護局を新設すべきなんだと。からまた日本国憲法の尊重と遵守を徹底するために内閣に日本国憲法擁護省を設ける必要があるんだと。で同時に日本国憲法の尊重と遵守を徹底するために最高裁に日本国憲法擁護局を設置すべきと。ですから今の日本というのは国の最高法規である日本国憲法を遵守し、尊重するという部局がどこにも存在しないんですね。驚くべきことですよね。国会の中にもないと、内閣にもないと、最高裁にもないと。だから日本国憲法を意図的に無視し、あるいは憲法違反を意図的に違反をし、憲法破壊を意図的に破壊するというこの間安倍晋三をトップとする歴代自民党政権の憲法破壊、憲法違反、憲法無視が結局日本の政治組織の中でこれを尊重擁護する部局組織がどこにもないという驚くべき現実なんですよね。ですからこれほどのエネルギーとお金と時間とそれから勉強が必要となるたかだか公道で車を運転するだけで、大変な労力、時間、費用、そして、学習勉強をしなくちゃいけないという免許証制度はあるんですけど、それじゃあ公道を走る、車で走る行為の数百倍の重要性を持つ有権者が国政に参加する国政参加免許証というものは存在しないというのはどうなってんのということですよね。ですから私は日本国憲法認定、日本国憲法擁護認定試験制度と日本国憲法擁護認定試験制度というのを創設すると。そして、国会衆議院と参議院の中に常設委員会を設けると。そして内閣の中に、憲法擁護省というのを設けると。そして最高裁の中に憲法擁護局を設けると。そして、最終的には日本国憲法を守る憲法の番人としての憲法裁判所を創設するというところまで、徹底させないとダメですよね。というのが今日のメインテーマです。一応ナンバー1にしたんですね。続きますんでね。ということです。だからこの日本国憲法擁護認定試験制度ができれば安倍晋三みたいなバカ、ほとんどの自民党国会議員あるいは自民党の地方議員全部で、国会議員が400名、地方議員がおそらく4、5千名いるんですけど、そいつらは全部公民権停止、公民権剥奪処分になるでしょうね。そして、これまで、安倍晋三を支持してきた山口県の選挙区、衆議院選挙区4区の約10万人の有権者も公民権停止になるでしょうね。そして、山口県の衆議院選挙区4つから参議院、全てが安倍、田臥マフィアの安倍の系列政治家が独占していると。それを支持している、有権者
40万50万人の有権者の投票権あるいは公民権が停止になるでしょうね。そして再度この日本国憲法尊重擁護認定試験を受けてもらって、その日本国憲法のいわゆる基礎知識を基本理念基礎知識を理解した上で投票しろということが必要になるでしょうね。というのが今日のメインテーマです。アップしますね。日本には運転免許証制度はあるけど、国政参加免許証っていうのはないと。で、運転免許証を取るためには莫大なエネルギーと時間とお金とから勉強意欲が必要になると。で、今ではおそらく2、30万かかると思うんですね。で、認定教習所に2ヶ月、3ヶ月通うと。そして運転の実習と、それから交通法規を学ぶと。そして国家試験を受けて合格しなくちゃ運転免許証はもらえないと。運転免許証をなくして、公道を走ることできないんですね。で、たかだか公道を車で運転するためにこれだけ膨大な費用と時間とエネルギーと勉強意欲が必要だというのに対して、キララカットさん、コンティニコインですね、対して有権者が国の政治に参加するという公民権の行使に関しては年齢制限以外は何の資格もないというのは逆じゃないのというふうに思いますよね。そのことを誰も言わないということなんですね。全く土地狂ってると私は思いますよね。だから自分が有権者で一票を投票する権利があると、あるいは自分が議会に立候補する権利があるということの重要性が全然分かってないんですね。それで、日本支配階級と歴代自民党政権にとって日本国民が憲法を知らないっていう方が支配しやすいんですよね。国民が無知であると、憲法に関して関心がないと、憲法の内容を知らないと、日本国憲法が謳っている基本理念を全然理解しないと、日本国憲法が国民に与えている権利、諸権利、基本的人権、自由等々の中身を知らないという方が支配階級にとっては楽なんですよね。だから歴代自民党政権、日本支配階級は意図的に憲法を教えないと、学校でも教えないと。で、教えても三権分立がありますよとかね、衆議院の解散権は首相が持ってますよとかっていう全くの大嘘を教えてるわけですよね。だから国民が無知な状態の方が支配階級によって支配しやすいと。それがもう70年以上続いてるっていうことでしょ。で、国政、参加免許証として公平中立な日本国憲法擁護認定試験制度を創設せよということですよね。
でそのために目的は2つあると。一つは国の最高法規である日本国憲法の条文を知らずに、公的任務に就いたり、あるいは憲法無視や憲法違反や憲法破壊を公然と行う政治家と公務員をなくすために日本国憲法擁護認定制度を創設するということが必要なんですよね。をなくすがないな、なくすために日本国憲法認定試験制度を創設すると。そしてすべての政治家と公務員ですね。公務員というのは国家公務員、地方公務員、準公務員に中級以上の資格の取得義務を課すると。国民は初級以上から政治家と公務員は中級以上ということですね。国家公務員なんかは最上級でしょうね。だから安倍なんかバカだから最上級の資格なんか取れっこないんですよね。だからそこでふるいに分けられるということでしょ。から2つ目、国の最高法規である日本国憲法の条文を知らずに投票したり、あるいは買収されたり、する有権者をなくすためにこの制度を設けると。で、全ての有権者に初級以上の資格取得を義務付けるということですね。買収されたりする有権者をなくすためと。で、国会、衆議院と参議院に常設の日本国憲法擁護委員会を設置すると。内閣に日本国憲法擁護省を設置すると。そして最高裁に日本国憲法擁護局を設置すると。現在どこにもないんですよね。日本国憲法を擁護する組織っていうのは。ひどいもんですよ。で、公平中立な日本国憲法認定試験制度を創設するために、常設委員会として日本国憲法擁護委員会を衆議院と参議院の両方に設置し、その下に実務機関として日本国憲法擁護局を設置すると。これは衆議院だけでいいと思うんですよね。実際の実務組織は。そして、日本国憲法の尊重と遵守を徹底するために内閣に日本国憲法擁護局を設けると。で、最高裁にも日本国憲法擁護局を設けると。内閣は擁護省ですね。というのが今日のメインテーマの趣旨ですね。ということです。現在時間が49分50秒ですね。早いですね。同時期に視聴されている方が35名様、全体で81名様、コメントが41件ですね。今日のトピックスですね。これ日刊現代。新型肺炎で経済損失17兆円と、早期感染
約1億8000万の衝撃予測と、これは世界規模での予測なんですけど、こんなもんじゃないということでしょうね、このままいけば。スペイン風邪の5億人、感染者5億人に行くんじゃないですか。まあ死者は4000万とか1億ってことはありえないですけど、から口選べっていうのかな、鹿児島県で噴火したんですね。で続く噴火はスーパー南海地震の不気味な予兆だと日刊現代。恐ろしいですね。新型肺炎とともに大地震が起こると、ダブルパンチじゃないですか。これも日刊現代の記事ですね。不気味な予兆だと、3日午前5時31分ごろ、鹿児島県屋久島町の口平部島の新島が噴火したと。火砕流が発生し、大きな噴石も飛散したと。噴煙は高さ7000メーター以上に達したと。新岳は先月11日、約11ヶ月ぶりに噴火、2日には火山性地震が223回も観測され、次の噴火が警戒されていたということなんですね。で、立命館大学の教授高橋学氏が言うと、噴火が長った11ヶ月間溜まったマグマがフィリピン海プレートの圧力に押されて噴出しているのですと。それだけフィリピン海プレートが元気だということ。口選べ島の噴火は地球トラフの動きによるものと。琉球トラフだ。で、千葉南西沖からフィリピンまで続くフィリピン海プレートはユーラシアプレートの下に沈み込み、ぐいぐい押していると。琉球トラフはこの2つのプレートの境界上、九州の西から台湾の北にかけて存在すると。で、南海トラフばかりが注目されていますが、琉球トラフも要警戒ですと。駿河湾、静岡県から日南沖、日向沖、宮城県にかけて存在する南海トラフは日本列島沖にあるため、観測拠点も多く、昔のデータも保存されていると。一方、琉球トラフは諸島エリアで観測が乏しい上、古文書も残ってないと。データが少ないため、ベールに包まれているのですと。しかし、口平部等の噴火、連続噴火が示す通り、現在、琉球トラフは活発に動いていると。南海トラフ、琉球トラフに、相模湾から房総半島南東沖にある相模トラフを加えた3つのトラフはどれだけ大きく揺れてもおかしくないと。あるいは3つのトラフが連動して動くスーパー南海地震が近づいている可能性もあると。恐ろしいですね。というのがこの日刊現代の記事ですね。とりあえず、最高裁に違憲立法審査局を設ける必要がありそうですねと。本当違憲立法一切しないですからね。あなたは光を反射している、これほど近い月を見たことがないと。これなんだろうね、これわけのわかんないあれですね。
ということです。そして次、3つ目、2つ目か、トランプ大統領弾劾裁判最終弁論終了、無罪派評決は確実ということで、 AFP、 これが本当の出来レースというか、アメリカの民主主義のデタラメさが端的に出てますよね。大統領弾劾の裁判を下院と上院でやると、立法府でやるっていうのはおかしいんじゃないと。最終的には最高裁あるいは憲法裁判所がやるべきでしょう。本来だったら下院でトランプ大統領の弾劾決議が成立したら、その次に連邦最高裁がそれを引き継いで、その下院が出した大統領弾劾評決が憲法に合致しているかどうかの判断を数ヶ月かけてですね出すべきなんですよね。それをやんないで、連邦最高裁の長官が上院に来て、訴訟指揮をすると。だから下院と上院が司法機関を兼ねてるという全くのデタラメなんですよ、この制度ね。やらせですよ、出来レースですよ。アメリカの大統領選挙も出来レースだけど、アメリカ大統領を弾劾する弾劾決議の裁判も出来レースという本当のデタラメですね。アメリカの民主制度っていうのは民主じゃないですよね。出来レース、全て出来レースということですね。口の選ぶか、ありがとうございます読めなかったですね。口の選ぶ党ですか。ということで、3つ目、米アイオワ州党員大会とサンダースが勝利宣言と公式発表は大幅な遅れということですね。これも本当怪しいよね。サンダースを当選させないために選挙の規約を勝手に変えたと。ブルームバーグを勝たせるためにブルームバーグが選挙戦に参加できるように規約を変えちゃったということで混乱が起こってるんですね、これね。本当にインチキだね。だから民主党も共和党も二大政党自身が既存の政治体制、支配体制を守るためにしか機能しないと。その中でサンダースとかウォーレンとか左派が登場しても、それは絶対に、立候補正式の大統領候補者にはさせないというのがもうすでに組み込まれているということですよ。から低中所得国のがん患者2040年までに 81% 増と WHO 報告書ということで、資金不足で、医療サービスができないということですね。だから先進国のがん患者も増えるけど、それ以上に低中所得国のがん患者が 81% も増えると、2040年までにということですね。だから早いところはですね、我々の市民革命政権樹立して金融経済に課税して、そこで得た巨額な税収をこのいわゆる低所得諸国の福祉とか医療とか等々に回すということが絶対必要ですよね。早いところね。からこれ面白いですね。ドゥテルテフィリピン大統領が米非訪問地位協定VFA の終了手続き開始を指示したということで、いわゆるフィリピンとアメリカが提携した
何年に提携したのかな。米兵のフィリピン国内での法的地位を定めた訪問軍地位協定 VFA、 これを終了すると、一方的に破棄すると、1998年ですよ。だから日本もそうですよ。日米地位協定を一方的に破棄すると、日米安保条約も一方的に破棄するということをやればいいんですよ。まあ、自民党、公明党、今の支配階級はできないから、それをする市民革命政権を一日も早く樹立するということですよね。フィリピンはやはり、アメリカとの関係よりも中国との関係を重視しているということで、こういう動きが取れるんですね。ドゥルテルっていうのはとんでもない独裁的な大統領ですけど、でもアメリカとの地位協定を一方的に破棄するというのは正しいですよね。これ長州新聞の記事なんですね。他のいわゆるマスコミはこういう記事書かないんですね。そして今日の重要情報ですね。例の黒川の定年を半年延ばしたということで、あいつを検事総長に、抜擢するためのやらせですよね、これね。検察の反乱が官邸に潰されたと。安倍内閣が官邸の番犬黒川博文高検検事長を違法に定年延長と検事総長に就任させ IR 捜査潰しをすると。もう見え見えですね、これね。そこまでやるかということですよね。だから早いとこ本当安倍自公ファシスト政権を打倒しないといけないんですね。ということですね。これが今日のメインテーマを含めた今日の放送の内容でした。放送時間が63分3秒ですね。同時期で視聴されている方が36名様、全体で89名様、コメントが49件ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきました。ありがとうございました。ということで、今日火曜日の放送、現在、時間が日本時間の夜の11時8分ですね。6分か。ということです。そして明日水曜日は外国語放送の毎週水曜日ですので、久しぶりに普通日語放送の予定ですので、9時から9時半の間に放送開始できると思いますので、またよろしければ合流してくださいということで、今日の放送お疲れ様でした。これで終わります。